あなたはファイアを実現できる確率が何%かご存知でしょうか？多くの人は年間支出の25倍を貯めれば大丈夫と考えます。つまり年間400万円使うなら1億円を貯めれば一生安心と。しかし現実はそんなに単純ではありません。米国の有名なトリニティ研究によると、株式と債券を組み合わせて25から30年間取り崩す場合、成功率はおよそ70から 90% とされています。一見するとかなり高い確率に思えますよね。ところが、この数字には大きな落とし穴があります。条件を少し変えるだけで、成功率は 50% 以下に急落することもあるのです。例えば、インフレ率が想定より高くなったり、ファイア直後に株価暴落が起きたり、税金や医療費を考慮していなかったりすると、想像以上に資産は早く減ってしまいます。本当に自分はファイアできるのか？ 4% ルールは信じていいのか？この問いに答えるために、今日は 4% ルールの真実と落とし穴を解説します。ここから先を見れば、あなたのファイア実現率が数字でイメージできるはずです。最後には成功する人と失敗する人の違いも具体例で比較しますので、ぜひ最後までご覧ください。では、まずは多くの人が勘違いしている問題点から見ていきましょう。多くの人がファイアを目指すとき、まず思い浮かべるのが、生活費の25倍を貯めれば OK というシンプルな計算式です。例えば、月30万円の生活費なら年間360万円。その25倍イコール9000万円を貯めれば 4% ルールに従って、理論上は一生安心して暮らせると考えるわけです。しかし実際には、この単純な計算だけでは不十分です。なぜなら日本と米国では前提条件が大きく異なるからです。まず物価上昇率。近年の日本でもインフレが進み、2023年には消費者物価指数が前年同月比 3% を超える局面が続きました。仮に年間支出360万円を想定しても、インフレ率が毎年2から 3% 続けば、10年後には実質生活費が400万円を超えることになります。さらに年金制度の不透明さ。米国の研究では公的年金の存在を前提としていない場合が多いですが、日本では年金受給額が生活設計に直結します。支給開始年齢がさらに引き上げられるのではという不安もあります。そして税金の仕組み。米国と異なり、日本では住民税、社会保険料などが重くのしかかります。資産から 4% を取り崩しても、手元に残る金額は、額面の8割程度になるケースも珍しくありません。では、あなたならどうでしょうか？月30万円で十分暮らせるでしょうか？あるいは、20万円に生活水準を下げられますか？それとも老後も旅行や趣味を楽しみたいと考えますか？ファイアは単なる数字の計算ではなく、自分自身の生活水準とリスク許容度をどう設定するかが鍵になります。ここからは 4% ルールの仕組みと前提条件をもう少し深掘りしていきましょう。それではいよいよ 4% ルールの基本的な仕組みを解説していきます。4% ルールとは、株式と債券を組み合わせたインデックス投資を行い、その資産から毎年 4% を取り崩すと、30年間は高い確率で生活費を賄えるという考え方です。具体的にシミュレーションしてみましょう。仮に1億円の金融資産を持っている場合、初年度は 4% イコール400万円を生活費として取り崩します。翌年はインフレ率を考慮し、例えば物価が 2% 上がったら、取り崩す金額も 2% 増やして408万円とする。こうして実質購買力を維持する取り崩しを続けても、過去100年の米国市場では約7から9割のケースで資産が30年持った。というのが有名なトリニティ研究の結論です。ここで前提条件を整理しておきましょう。株式は S&P500 や全世界株などのインデックス投資を利用。債券を一定割合組み入れてリスクを分散。長期投資を前提。少なくとも25から30年。米国のインフレ率や税制を前提にした資産。つまり、かなり限定的な条件下での成功率なのです。では、もし前提が崩れたらどうなるでしょうか？ここで視聴者の皆さんにクイズです。もしインフレ率が想定の 2% から 4% に上がったら、あなたの資産が30年間持つ確率はどう変わると思いますか？ A ほとんど変わらない。B 少し下がるだけ。C 大きく下がり、破綻リスクが倍近くに跳ね上がる。正解は C です。インフレ率が上振れすると、毎年の取り崩し額が雪だるま式に増えるため、資産寿命は急速に短くなります。これは日本のように近年インフレが顕在化している国では、特に無視できないリスクです。このように、
4% ルールは万能の魔法ではなく、インフレ、税金、寿命といった外部要因に大きく左右されるのです。次に、実際に失敗した人と成功した人の具体的な対比を紹介しながら、FIRE が本当に実現できるのかを見ていきましょう。ここからは、実際に失敗したケースと成功したケースを比較してみましょう。同じ 4% ルールを使っても、結果は大きく分かれます。失敗例1、FIRE 直後に株式暴落。例えば1億円を元手にFIREを始めた人が、開始1年目でリーマンショック級の暴落に直面した場合、資産は7000万円に減り、それでも当初の計画通り400万円を取り崩すと、残高は6600万円に。その後の回復が遅ければ、数年で取り崩し額が資産に対して課題になり、破綻確率が一気に高まります。これをシークエンスオブリターンリスク、取り崩し順序リスクと呼びます。失敗例に、税金、医療費を軽視。もう一つの典型は、税金や医療費を見込まなかったケース。額面400万円を取り崩しても、所得税、住民税、社会保険料で、手取りは320万円程度に。さらに老後に医療費がかさめば、当初計算より生活費が不足し、追加取り崩しを余儀なくされます。では、成功した人は何が違ったのでしょうか？成功例1、暴落時に支出を柔軟に調整。ある人は、暴落の年に取り崩し額を 30% 減らし、副収入やアルバイトで不足分を補いました。結果、資産を守りきり、その後の株価回復で再び安定軌道に乗れました。成功例に、支出管理の徹底。別の人は、日常の生活費を25万円に抑え、趣味や旅行は株価が好調な年だけ増やす変動支出型を採用。必要な時にだけ贅沢をすることで、資産寿命を大きく伸ばしました。つまり、同じ 4% ルールでも、支出を柔軟に調整できるかどうかで結果が大きく変わるのです。ここで質問です。あなたは暴落に備えるならどちらのタイプですか？ A、支出を減らして耐える派。B、副収入を増やしてカバーする派。ぜひコメント欄で教えてください。この選択によって、FIRE の実現率は大きく変わります。ここまでで 4% ルールには落とし穴があると分かりました。では、どうすればそのリスクを減らせるのでしょうか？ここからは代替案や補足策を紹介します。代替案1、3.5% ルール。近年の研究では 4% ではやや楽観的すぎるとされ、3.5% や場合によっては 3% を安全域とする意見が増えています。例えば1億円の資産なら、年間350万円取り崩しに抑える。その分生活費を引き締める必要がありますが、破綻率は大幅に下がり、安心度は増します。代替案に、フレキシブル支出型。景気が良い年は多めに取り崩し、暴落した年は取り崩しを減らす方式です。米国の研究では、この方式を取ると成功率が 80% 台から 90% 近くまで上昇するケースもあります。一定額を毎年必ず使うのではなく、ライフスタイルを景気に合わせて調整する柔軟さが鍵です。補足策1、分散投資の強化。株式一辺倒ではなく、債券、現金、ゴールド ETF を一定割合組み合わせると、暴落時の資産減少を和らげることができます。特にシニア層には、株式 70% 債券 30% よりも、株式 50% 債券 40% ゴールド 10% など、リスク分散型のポートフォリオが有効とされます。補足策に、部分FIREという選択肢。いきなり完全FIREではなく、積立 NISA を継続しながら週3日だけ働くなどの、セミリタイア型にすれば、取り崩し額を大幅に減らせます。例えば副収入で年間150万円を確保できれば、取り崩しは250万円で済み、実質的には 2.5% ルールに近づきます。これは成功率を劇的に高める効果があります。つまりFIREは 4% ルール一本やりではなく、3.5% ルールプラス、分散投資プラス、部分FIREといった組み合わせで初めて現実味を帯びるのです。ここで再度質問です。あなたならどの戦略を選びますか？ A、支出を減らして 3.5% ルールを採用。B、フレキシブル支出型で柔軟運用。C、副収入を取り入れた部分FIRE。コメントでぜひ意見を教えてください。ここまでの内容を整理しましょう。4% ルールは確かにFIREを目指す上で有名で便利な目安です。年間支出 ×25 倍というシンプルな計算式は、初心者にもわかりやすく、モチベーションを高めてくれる存在です。しかし同時に、万能の魔法ではありません。
インフレが高止まりすれば資産寿命は短くなり、税金や医療費を無視すると計算はすぐに狂います。さらに、ファイア直後の暴落に耐えられないと、たとえ1億円を持っていても数年で資産が枯渇しかねません。成功するためには、取り崩し率を柔軟に調整する、分散投資で暴落リスクを和らげる、副収入や部分ファイアを組み合わせる、といった工夫が不可欠です。結局のところ、ファイアの実現率を高めるのは自分の行動次第。4% ルール把握まで出発点であり、そこから自分の生活水準、価値観、リスク許容度に合わせてカスタマイズしていくことが必要です。今日の学びを一言でまとめるなら、ルールを鵜呑みにするのではなく、柔軟にアレンジせよ。これがファイア成功の鍵です。さて、ここまで 4% ルールの真実と落とし穴を解説してきました。最後に皆さんへ質問です。あなたならどの選択を取りますか？ A、支出を徹底的に抑えて 3.5% ルールで守りに徹する。B、副収入を取り入れてフレキシブルに取り崩しを調整する。C、4% ルールにこだわらず自分流の柔軟運用を目指す。ぜひコメント欄で答えてみてください。ここまでご覧いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いします。